Engine for the Life。 車で行こうです。今回紹介するのはおよそ7年ぶりにフルモデルチェンジしたトヨタのコンパクトミニバンシエンタです。今回で3代目となる新型シエンタは5ナンバーサイズのボディはそのままに、新たに TNGA プラットフォームを採用。操縦安定性や静粛性などの基本性能を大きく向上させてきました。新型シエンタにはガソリンエンジン車とハイブリッド車の2つのパワートレーンを用意。駆動方式は前輪駆動とリアモーターを使った4輪駆動が選べるなど、その豊富なラインナップからしてトヨタの力の入れ方が伺えますよね。そうですね。はい、それではポイントを見ていきましょう。3代目へとフルモデルチェンジした新型シエンタは5ナンバーサイズのコンパクトなボディはそのままに、外内装のデザインを一新。四角丸をテーマに掲げたエクステリアのデザインは可愛さを感じさせるようなデザインになっています。パワートレーンは 1.5 リッター3気筒のガソリンエンジンとハイブリッドが用意されています。また駆動方式は前輪駆動を主軸に、ハイブリッドモデルでは4輪駆動仕様からも選ぶことができます。インテリアもエクステリアと同様にモチーフである四角丸が取り入れられ、ドアポケットやメーターなども四角丸フォルムで統一されています。また機能面では収納物を楽しくピクトグラムで表示していたり、収納スペースの内側には差し色が用いられたりするなど、愛着の湧くデザインとなっています。シート配列はガソリン車の仕様もハイブリッド車も2列5人乗りと3列7人乗りから選ぶことができます。トヨタシエンタの価格帯はご覧の通りです。家族の一台であり、ママもハンドルを握ることがある、街乗りのしやすさとか実用性にも注目ですよね。そうですね。はい、ということでこの後は早速試乗に行きます。今回は最上級グレードの Z ハイブリッドの2区3列7人乗りのモデルを高速道路と一般道で試します。トヨタのコンパクトミニバン新型シエンタ。今回は最上級グレード Z のハイブリッド前輪駆動7人乗りのモデルを岡崎五郎が検証します。Engine for the Life。 さあ今日は新型シエンタに試乗しています。この車でもパッと見てどうですか？僕は歴代のシエンタの中で最高にこれかっこいいなと思ってるんですよ。具体的にはですね、先代って結構かっこよくしようみたいなところでデザイン過剰になってる感あったんですけれども、今回の新型はもっともっとこれデザインこうしようというような要素を詰め込むんではなくて、結構引き算でやっているなんですけれども、結果的に全体を見るとなんか楽しげな雰囲気だねとか、なかなか質感も高いねみたいな、そういううまい演出デザインができてると思います。インテリアもなかなかいいですね。シートと同じ色のファブリックをダッシュボードに貼ってるこの辺りもとてもいい感じですし、あとなんかステアリングとかメーターとかスイッチ類とか、そういったところのこの質感とか、あとデザイン性もすごく良くなってきましたね。このグレードには先進運転支援装備もちゃんとついていて、アダプティブクルーズコントロールにレーンキーパーアシストをオンにして乗っていますが、この出来栄えがすごくいいですね。前の車との車間距離調整、加速したり減速したりっていうのがすごくスムースで正確ですし、それから、このレーントレースも軽くステアリングに手を添えているだけで、今軽く右にコーナー曲がっているんですけれども、ピタッとライントレースしてってくれますね。さあ料金所からのフル加速です。絶対的な加速自体はそんなに驚くほどではない。周りの
車の流れにはちゃんとついていけるよ程度ですね。で、ちょっと気になったのはやはりアクセルをガンと踏み込んでエンジンをフルに回していった時のこの音とか振動なんですよ。ここをねもうちょっと丸めるとか綺麗に収めていくと、もっとこの全体の乗り味が上質感増してくると思います。さあ一般道に降りてきました。この上り勾配なんですが結構な斜度なんですけれども、余裕はありますね。普通に前の車について走る程度であれば、モーターの助けもあってエンジンがそんなに頑張ってるという感じはしません。はい、路面今晴れたところなんですけれども、ちょっとタイヤの硬さ感じますね。強い入力入った時もボディがよれるような感じ、あと振動の減衰が甘いような感じが出てきてしまいますね。ですからこれむしろタイヤの縦バネをもう少し柔らかくしてボディに楽をさせてあげた方がいい結果が生まれるんじゃないかと思います。でもこういう狭いところすごく運転しやすいですね。でコンパクトで見切りも良くて、ただでさえ運転しやすいところをさらにですね、これ相当進化したカメラシステムがついていて、肉眼ではボディに隠れて見えないところまでシースルーで映してくれるんですね。そういうところは本当によくできてますね。あと最小回転半径も5メーターですから、もう3列シートとしては抜群に小回りも利くということで、普段お子さんの送り迎えだったりお買い物だったり、そういったところで近距離ユースをすることが多いんであれば、このサイズ感っていうのはすごく大きな魅力になりますよね。この新型シエンタなんですけれども、やっぱり僕は今回デザイン的にすごく良くなったなと思うんですね。外観もちろんなんですけれども、インテリアなんかもとてもセンスが良くなった、垢抜けてきたなと思います。プラスやはりこの車ならではのそのユーティリティの高さと日頃の扱いやすさの両立点、これもねすごく大きなポイントだと思います。日常的に3列シートを使って遠くへ行くということではなくて、普段はコンパクトカーとして使ってごくたまに3列シート大勢乗せるよというような使い方をする人にとっては、やはりこの車ね最高に便利だと思いますね。それでは安全性の評価に行きましょう。新型シエンタこのようになりました。よくできましたですね。そして燃費なんですけれども、今回は市場でおよそ200キロ走ってリッターあたり 24.2 キロ。ともちゃん、トヨタのハイブリッドやっぱり燃費すごいね。いやインパクトありますね。で私も試乗したんですけど、シースルービュー、あれ視覚になりがちな助手席の前輪付近の状況が分かりやすいから、路肩に寄せるときに擦らずに済むんじゃないかなと思いましたね。あれ駐車場とか狭いとこ走るときは本当にあれで安心感上がるよね。はい、ではここでトヨタシエンタのユーティリティチェックです。まずは後席に乗り込もうと思うんですが、これ電動開閉式のスライドドアついてますので、これで開けたいと思います。開きますよ。こんな感じで開口部も広いんですけど、今日はですねあえて3列目に乗り込んでみたいと思います。で乗り込む方法はこの2列目の背もたれにあるレバーを引くとパッタンパッタンとこのように足元が大きく開けるんですよね。でこの状態から、ほとんど体を大きくかがめることなくスッと乗り込めるというところです。でこれ2列目自体はスライドするんですけれども、今この状態で、身長162センチの私が膝前にげんこつ1個入りました。そして頭上も、思いのほかこれ座面が低いせいかげんこつがですね 1.5 個分入りました。そしてこの2人が座る感じなんですが、壁面のところにこれ嬉しいのがドリンクホルダーであるとか、あとですね AC100 ボルト、1500ワットの電源がこれハイブリッド仕様の場合用意されるんですよね。これは嬉しい。そして2列目のシートなんですが、今一番前の方でこんな感じかな、3げんこつ3つ入りました。で上の方がですね、この状態で、結構入りますね。げんこつ 3.5 個。そしてこれスライドするようになっていて、このように後ろに下げると足が組めるぐらいのスペースが現れます。普段は2列プラス広い荷室として使っているときはいいですよね。あと天井、これ実は送風機がついてまして、サーキュレーターっていうんですけど、空気をうまく循環させて快適に過ごせます。
でこのように窓にはサンシェードがついていて、車内の温度上昇を抑えられそうですよね。そしてこのようにスマートフォンの置き場のポケットがあって、ここに充電差し込みながらここに入れられそうです。そしてラゲッジスペース、バックドア開けていきましょう。とてもシンプルに開ける感じなんですが、開口部は結構立った感じで床面が低いですよね。今3列シートを起こしている状態なんですが、奥行きはほどほどという印象です。でこれシートアレンジ、このようにパタパタ倒して2列目も倒すと、フラットに近い状況になりますし、さらに3列目は2列目のシートの下に格納できますので、まさに2列プラス広い荷室として使うことができます。コンパクトカーなのにユーティリティいっぱい言うことある車だよね。僕も3列目座ってみて、最初はね、結構ね狭いんだろうなと思ったんだけど、シート座面と床のヒール段差が結構確保されてるんで、これだったら僕でも1時間ぐらいで全然平気だなって、意外にねこれ座れちゃいますね。それ嬉しいですよね。はい、この後はメーカーの開発担当者の方にお話を伺ってます。チーフエンジニアの鈴木さんです。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。いや鈴木さん、この新型シエンタなんですけれども、僕まずこれ見てデザインがすごく良くなったなと思ったんですけど、これデザインの狙いってどんなところにありますか？これコンパクトなミニバンっていうことなので、まずは小さくしなきゃいけない、それからミニバンだと言ったらですね、やっぱり中が広くなきゃいけない、この小さいのに広いみたいなところをですね、こううまく表現したいっていうことなんですよね。でそういう意味で言うと、形もですね、四角丸四角みたいなね、ことで角の部分をですね随分こう丸めてる、中は広いんですけども、あまり大きく見えすぎないっていうような、そんな工夫をしていますね。なるほど。パッケージング上の工夫っていうのはどんなところにありますか？今回でいうと、これ5ナンバーサイズをきっちり守っているんですね。から全長も実は2世代目のシエンタとですね、基本的には長さは変えてないんですよ。でその中でどこを一番こう使いやすくしていったらこのシエンタとしてね使いやすいんだろうか、これを考えてきました。でそうするとやっぱり2列目のプライオリティっていうのがものすごくやっぱり高いなっていうふうに思うんですよね。でつまりはですね、フロント席と2列目、この間をですね80ミリほど伸ばしたんですよ。でこれをやってあげるとですね、随分乗り込みやすくなりますし、あるいは小さなお子様を立たせたまんまですね、こう着替えをさせてあげる、こんなこともできるようになりましたね。高速道路で、アダプティブクルーズコントロールオンにして、でレーンキープアシストもオンにして走ってみたんですけど、このクラスの車と思えないぐらいなんか精度が高くなってるなと感じたんですけれども、これ進化ポイントの一つですか？そうですね。今回はですね、トヨタの中の最新の世代のADAS をつけてます。これはですね、一言で言いますと、レーダーだとかカメラだとかこういったものの精度がですね随分向上したんですよね。からもう一つはそこで撮った映像なんかを解析する画像解析の技術、これもやっぱり進化したことで、道路が例えばカーブをしていますよって言った時にですね、随分前の段階、手前の方からゆっくりとこうステアリングが切れていくだとかですね、そういった穏やかな動きをすることによってびっくりしないような運転になる、ここら辺が進化のポイントだと思います。ADAS系の目が良くなったというお話だったんですけど、目といえばカメラ、普通は車の下に隠れて見えない路面とか、タイヤの位置とか、これシースルーで全部ここに映し出してくれるんですね。目で追えないところはですね、やっぱりそういった先端技術を使いながらですね、車の周りの見えないところを映し出すということをやっています。でこれがあることによってですね、特にこの日本の道路環境だったり駐車環境で必ずしもこう狭いじゃないですか。でそういったところでもですね、気兼ねなくこう使っていただけるような車を作りたかったということです。以前ハイブリッドではない方も僕乗り比べて、これどっちがいいかなってすごい正直迷うぐらい両方なんか良かったんですけれども、ハイブリッドの魅力ってどんなところにありますか？燃費がものすごくやっぱり向上しているということです。FF のハイブリッドなんかでいうとリッターで 28.8 ぐらいまでいくんですよ。ということでいろんな意味で優しい車ができたかなというふうに思いますね。一方で乗っててちょっと気になったのは、エンジンかかる時にエンジンの振動とかが、あれもうちょっと滑らかになったらいいななんていうのが一つ思ったところなんですけれども、今回のエンジンというのは新しいTNGA と言われているですね、エンジンなんですけども、3気筒なんですよね。
から3気筒の独特の音色だとか振動っていうのはやっぱり少し残っています。そこは少し私たちの中でもいろいろストラグルしてきたところではあるんですけども、であともう一点がやっぱりちょっとタイヤが硬いなと思ったんで、そこら辺例えばエンジンの振動、それからタイヤの硬さ、この2点が良くなったらめちゃくちゃ良くなるなと思うんですけど、これ宿題という形でいいですか？わかりました。よくお客様の声を聞きながらですね、改良していきたいと思います。今日どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、それではここでシエンタの評価に行きたいと思います。僕の評価はこのようになりました。丸。これは垢抜けたデザイン、優れた使い勝手抜群の燃費ということで、本当に総合点高い車なんですね。でこのデザインに関して言うと、僕はなんかこれフィアットとかルノーとか、要はフランスとかイタリアのラテン系の香りもね感じるんですよ。なのでなんかこれはね、トヨタのデザインってもう一皮むけたなっていう感じがしましたね。はい。でやっぱりリッター24.2 キロという実燃費もすごいなと思いました。で×、これはVTR でも言いましたエンジンの振動と乗り心地の硬さですね。この辺が良くなってくるともっといいだろうな。さらにもうちょっと欲を言えば、ラテン系のコンパクトカーのように乗ってもっとキビキビ楽しく走れるようになると、まさにこの車本当にワールドワイドで愛される車に育っていってもおかしくないんじゃないかなと、そんな風に思いました。はい、私は丸なポイント、これは運転の不安を解消する、支援機能、使って嬉しい快適装備も満載というところです。運転の不安を解消する機能としては、カメラで周囲の障害物の状況をつかみやすいほか、アドバンストパーク、車庫入れ支援ですよね、こういうものもありますし、それから走行中のいざという時の安心機能、自動ブレーキ機能とか、そういったものもたくさんあると。でさらにインテリアなんですけれども、室内の快適に過ごすこだわりもかなりたくさんありまして、例えばナノ EXが出てくるエアコンの吹き出し口であるとか、あとはですね USB-AC100V 電源、まさにかゆいところに手が届く機能性が充実した家族の味方だなと思いました。バッテン、これは1.5 リッターのガソリン車があるんですけど、このエンジンが回していった時の粗さがちょっと目立ちやすいなと思いました。最近ハイブリッドとエンジン車両方セッティングする用意するメーカーすごく増えてるんですけど、でもそこもしっかり磨き上げてきているライバルたちの様子を見ると、トヨタさんもうちょっと頑張ってもいいのかなっていう気がしました。なるほどね。最近って e パワーとか本当に電動主体のハイブリッドが多くなって、そういうのに体が慣れちゃうと THS ちょっと荒いなって思うところがね、どうしても出てきちゃうよね。だんだん贅沢になってます。はい、ということで2人の評価はこのようになりました。Engine for the life。ここで視聴者からのメールご紹介します。愛知県50代男性です。この間薬局の駐車場で見かけた面白そうな車があり、外観を記憶したものの社名が分からずじまいでした。ところが直近で放送された車で行こうの番組で取り上げられてた車こそ私の見た車で、ルノーカングーだということが分かりました。カングー可愛いよね。可愛いですね。いやでも本当に分かってよかった。その方は販売店行ったのかな、それで。ね、どうでしょうね。いやでも今回はねシエンタっていうことで、ともちゃん改めてどうでした？はい、このシエンタも、もちろん皆さん知ってる車種ではあるんですけど、こういうおしゃれな感じにもなり、今欲しい機能すごく欲張りに詰め込んだ車になりましたね。確かにね。で僕はね今回この車って新型になってすごくデザイン明るけたなっていうのが印象的で、要は今までってちょっと子育てカーみたいな感じだったと思うのね。でこれは今回は子育てにもいいんだけれども、でも例えば1人2人カップルで乗ってアウトドアに出かけるとか、あるいはこれをビジネスに使うとかね、なんかそういうような広がりを今回の新型ねシエンタって感じさせてくれるなと思ったんだよね。確かにこの車だったら例えばお店の車として PR してても可愛いぐらいですよね。で実際これねボディカラー、今ここに映ってるこのカラーが一番売れてるって、今までだと白とかね黒が多かったけど、今回はこういうちょっとニュアンスカラーが一番売れ筋になってるっていうのを見ても、やっぱりそういう取られ方をユーザーもしてるのかなと思いましたね。いや大ヒットモデルでしたが、また新しい進化を遂げた感じがしますよね。はい、それではまた来週。旬のニューモデルをモータージャーナリストの岡崎五郎と藤島智子が徹底紹介する車総合情報番組、それが車で行こうです。 TVK では毎週日曜夜10時、再放送は毎週土曜朝11時で好評放送中です。また
番組のホームページからは過去の見逃し配信や放送内容が簡単に検索できます。皆さんのより良い車ライフにぜひお役立てください。Engine for the Life